漆黒の宇宙。その静寂を切り裂くように、銀箔の探査艇、ペリセウス号が月面に降り立つ。ゆっくりと脚部を伸ばし、月の灰色の大地にその身を預ける。船内、緊張した面持ちの乗員たちが準備を進めていた。船長のユリシーズ・ハント、科学主任のノア・ケイン博士、通信士のミラ・サンチェスら5人の調査隊。彼らの任務は、かつてアポロ計画の一環として月に送られた極秘任務アポロ20号の残骸を発見回収し、その記録を明らかにすることだった。座標確認。着陸地点はデリクタクレーター内。例の NASA が1976年以降立ち入り禁止にした区域だな。公式記録では通信障害多発エリア、非公式にはアポロ20号の消息がこの辺りで消えたとされている。彼らはゆっくりと月面を歩き、クレーターの縁を越えた先に、半ば砂にうずもれた異様な構造物を発見する。それは明らかに人工的なフォルム、三角形の支柱と崩れた推進ユニット。アポロ20号だ。本当にあったのね。アポロ20号、NASA の記録には載ってなかったのに。船内に踏み入ると、機器は朽ち、壁面は月沈で覆われていた。だがその奥、居住区の一角に異常な装置があった。銀黒の合金で作られた細長いケース。生体モニターのようなケーブルが複雑に絡み、中央には月面には存在しないはずの金属プレートがはめ込まれていた。これはコンテナじゃない、棺だ。そのプレートに文字とも記号ともつかない模様が刻まれている。ノアが記録装置を起動すると、かすれたアナログ映像が流れ始める。画面の中には、アポロ20号の宇宙飛行士らしき人物が映っていた。記録開始、音声ログ、船長、クーパー。我々は異常を発見した。あれは封印だ。開けるべきではなかった。もしこれを見ている者がいるなら、忠告する。棺に触れるな。これは、帰ってはならないものだ。突如、映像がノイズ混じりに停止し、再び静寂が支配する。だが、その瞬間棺の表面がわずかに脈動した。静かに、だが確かに。ノア、これ、動いたか。気のせいだろう。おそらく熱伝導の影響か何かだ。だが、ノアはそう言いながらも、棺から目を離せなかった。まるで、それが自分たちの到来を待っていたかのように。月面ベース、ペリセウス内部、調査隊はアポロ20号から回収した棺を無重力太陽ラボに搬入した。棺は人間の身長より少し大きい楕円形で、漆黒の金属光沢を帯びている。表面には、現代の言語にも、古代の象形にも似ていない奇妙な痕跡が浮かんでいた。成分はほぼ地球の金属合金だが、原子配列にズレがある。人工的に操作された構造体だ。おそらく情報記録媒体でもある。ねえ、これ、略打ってる。生き物みたいに鼓動してる。ノアは顕微プローブを棺の中央に接触させる。瞬間、棺がかすかに反応。表面が波打つように光り、中央部がパネル状に展開し始める。内部には小さな円柱状の鍵のような装置が収められていた。待て、これは予定にない展開だ。棺の開封は本部の指示を待てて。本部との通信は現在も断絶中。加えて、放置すれば棺が自発的に変化する可能性がある。選ぶのは今しかない。静かに、だが確信を持ってノアは鍵を取り出す。そして、棺の中央部にあるくぼみに差し込む。カチリ、と重たい機械音。続いて発光。棺の上部が自動的に展開し、内部構造が露出する。そこには、人間の頭部に酷似した形状の仮面のような装置が鎮座していた。ただし目も口もなく、すべてが滑らかで、どこか胎児のような形状だった。直後、調査隊全員のインカムに同時ノイズが走る。通信士ミラが混乱しながら叫ぶ。何か、入ってきてる。単音じゃない。
言語でもない。でも、頭の中に直接響く。各人のバイタルモニターが狂ったように点滅する。ノアの視界がブレ、まるで自分が記憶とは異なる風景を見せられているような感覚に陥る。荒野。巨大な三角形の構造物。空に浮かぶ3つの星が、そこに光を落とす。そこに立つ人影。いや、人に似た別の何か。その視線が、私を貫く。目を開けると、棺は完全に開かれていた。中にあった仮面状の構造体が、すでに消えていた。何が起こった？棺の内部温度が一気にマイナス273度まで落ちたわ。違う。これは移動だ。何かがこの棺から出ていったんだ。外の月面には、依然として不気味な静寂が広がっていた。だが隊員たちは知らない。その瞬間、ギザの大ピラミッド地下で、かすかに地響きが発生したことを。数時間後、月面ベース、エリセウス内部は緊張に包まれていた。棺が開かれ、中の物体が消失してからというもの、調査隊の体調や機材に異常が相次いでいた。軽度の幻覚、吐き気、頭痛。加えて、ノア博士が棺を開いた瞬間に出た記憶のような映像の存在が、体内に波紋を広げていた。一時帰還を検討するべきだ。棺は明らかに何かを持ち出した。我々はすでに影響圏にいる。帰る。まだ何も分かっていない。逆に言えば、今こそ確信に近づくチャンスだ。ノアは、棺の内部表面に刻まれた模様を、詳細にスキャンし、AI 補助解析をかけた。数時間後、ミラが不安そうな声を上げる。これおかしいわ。表面のパターン、一部が地球の構造物と一致してるの。構造物、どこだ？ギザ、エジプトのピラミッド、正確には、クフ王のピラミッドの王の間の北側壁面に埋め込まれている、封印された石板の断面形状と一致する。室内に沈黙が落ちた。かつて発掘不能とされたピラミッドの北壁には、レーダー探査によって未発見の空間が存在することが指摘されていた。だが、それが棺の内部パターンと一致するというのだ。もしこれが偶然じゃないなら、これは意図された配置だ。月と地球、2つの入れ物の存在。次の設計者は、このリンクを予見していた。まさか、古代エジプトが月の技術を知っていたとでも？それはわからないけれど、棺に刻まれた言語も象形文字に近いの。意味は解読不能だけど、パターンとしては限りなく近い。同時刻、地球、エジプトギザ。国際考古学会の管理下にあるピラミッド監視ステーションでは、不可解な異常が記録されていた。振動センサーに微細振動。王の間の裏壁です。外部要因の地震は検知されていません。温度も数値が上がっている。待て、これ月面からの EM 波に反応してる。干渉されてる。誰も気づかぬうちに、ピラミッド内部にうずもれたもう一つの棺が、ゆっくりと脈を打ち始めていた。月と地球、隔絶されたはずの空間に、共鳴が走る。それは、目覚めの兆しだった。地球、エジプトギザ、国際監視センターアマン、ルナ観測室では、緊急解析が進められていた。ピラミッド内部の王の間北壁で確認された微細な地震波と電磁パルス。さらに、その波形が月面のエリセウスベースから送られた棺の振動ログと完全に一致していた。これは地球起源のパターンじゃありません。正確すぎる。まるで同期しているように見えます。その報告は即座に NASA の作戦本部へ伝えられた。月面、ノア博士とミラが棺の内部から発せられる微弱な音波を解析し、そこに座標情報らしき数列を発見する。これ北緯29度58分、東経31度8分地球上の位置よ。ギザだ。まさにクフ王のピラミッドの中心座標と一致する。偶然とは考えづらいな。これは呼び出し信号か。同時に、月面ベースの各所に異常が発生。通信障害、照明のちらつき、そしてコンピュータの自動再起動。
まるで、棺が月面の電子機器を初期化しているかのようだった。そしてその時、棺の上部が再び開き、浮かび上がる立体映像。それは、オリオン座を背景にした3つの光点。そしてそれらを結ぶ三角形の中に地球と月の軌道が描かれる。これは星間座標の指標だ。つまり、この棺はナビゲーターだ。さらに、立体映像には、ピラミッドの断面図に酷似した幾何学パターンが重ねられていた。それは、月と地球をつなぐ古代の通信装置の一部を示していた。見て、ピラミッド内部のこの空間、まだ未発見の空洞じゃない。もしそこに何かが、地球側、アマルナ観測室から驚くべき報告が入る。ピラミッド北壁裏の空洞。過去にレーダー反射はあったが、今回は内部から微弱な熱反応と音響パターンが確認されました。まるで宙から目覚めたかのように。ユリシーズは静かに息を飲んだ。この棺は地球の装置を起動させるための鍵だったのか。ノアは立体映像を見つめながら低くつぶやく。いや、再起動だ。これらは、かつて一度、すべて稼働していた。はるか昔に。棺の中枢に刻まれた古代語に酷似したパターンがゆっくりと回転し始める。その中心に、オリオン座の3年生アルニタク、アルニラム、ニンタカが浮かび上がった。その瞬間、月と地球、2つの空間で同時に不可視の信号が放たれた。地球の地下、ピラミッド左右に眠る第2の棺が初めてその心臓を動かす。月面ベース、エリセウス。棺が再起動してから基地内の時間感覚が歪んでいた。時計は正常を示しているが、隊員たちの主観的な体感時間が一致しない。まるで棺そのものが時間という概念に干渉しているかのようだった。3分前に話したことをノアは今初めて聞いたと言った。逆もある。俺たちは時の中で少しずつずれてきているのかもしれん。それは、棺が持つ情報処理能力の影響だ。生物的じゃない。でも完全に無機とも言い切れない。まるで、記憶そのものが生きているようだ。その言葉の通り、棺が投影する立体映像は、もはや図形や座標ではなかった。映し出されたのは、かつて存在した惑星の風景だった。焦土と化した大地。空に浮かぶ巨大な構造物群。地表に刻まれた幾何学模様。その中を人のようで人でない存在たちが歩いていた。背は高く、骨格は左右非対称。瞳の奥には光彩がなかった。彼らが交わしているのは、音ではない。光と振動による思念交換。そして、その中の一体が、棺の中に何かを封じ込める様子が描かれる。これは記録だ。彼らはこの缶を作り、自分たちの記憶、思考、存在の断片を封じた永久保存媒体だ。でも、なんで月に？なぜ地球のピラミッドとリンクしているの？映像が切り替わる。今度は、原始的な地球の風景。ナイル川、草原、星を見上げる人々。そして、天から降り立つ光の柱。その中から現れる先行者たち。彼らは石を積み、空を読み、光を刻む方法を原始人類に教えていく。そして、巨大な三角形ピラミッドを建造させた。やっぱり彼らがピラミッドを設計したのね。いや違う。彼らと人類が共に作ったんだ。人類は完全な非支配者じゃなかった。選ばれ、協力者となった。映像の最後、先行者の一体がこうしていた。両手を天に掲げ、そこにはオリオン座が輝いていた。三つの星がまるで自分たちの帰るべき場所であるかのように。彼らはオリオンから来た。そして、缶を月に残した。地球のピラミッドは、その鍵だった。なぜそんなものを残した？おそらく次に現れる知性が、自分たちに追いつけるかを見るためだ。つまり、我々がテストされているんだ。映像が消えると同時に、棺の内部に一つの変化が現れた。中央に
小さな台座がせり出し、そこに地球の文字に酷似した文様が浮かび上がる。それはこう読めた。門は準備を整えた者にのみ開かれる。隊員たちは静かに顔を見合わせる。月面ベース、エリセウス。棺が再起動してから48時間が経過。内部パネルに浮かび上がった座標データをもとに、ノア博士らは解析を続けていた。これは座標だ。だが宇宙空間の特定地点ではない。空間構造そのものに干渉する理想の扉を開く手順だ。まるで現実の布地を折りたたんで地球ともう一つの場所を直結させるような。その言葉通り、棺は従来の広報技術では説明できない直線を曲げる装置だった。月と地球に存在する棺はそれぞれが発信受信の端末であり、同時起動によって空間そのものを折り返す門を開くよう設計されていた。これは機関ではない。むしろ再訪問だ。先行地生体が残した空間構造体。それが我々の次元に開こうとしている。地球、ギザのピラミッド地下でも異常は続いていた。王の間の奥に眠っていた第二の棺がわずかに開いた。内部からは未知の微粒子と微弱な熱反応が検出されていた。人間サイズの空洞がある。だが何も見えない。光を吸い込むような空だ。それが通路なんだ。彼らの残した機関路、地球からあるいは地球へとつながる場所。月面ではペリセウス内にさらなる異常が発生する。棺の周囲で重力が微細に変化し、空気中の塵が円を描いて回転し始めた。音もないのに耳鳴りがし、感覚が圧縮される。空間が折れ始めてる。間が座標をリンクし、空間のねじれ点を作り出してる。向こうとこちらが同時に開きかけているのよ。棺の中央から空間の歪みが目に見えるほど強くなる。中心には深淵の虚空が広がっていた。だがその中にはただの黒ではなく何かの構造物の輪郭がぼんやりと浮かび上がっていた。ノアは震える声で言った。見えるか？あれは建造物だ。こちらの物理法則とは明らかに異なる設計の、まるでピラミッドを反転させて内側に無限を包んだような。ユリシーズが慎重に告げる。もしこの門を通れば人類が初めて他の知的構造体と直接接触することになる。だが戻れる保証はない。それでも行くべきだ。彼らは待っている。これまでの歴史すべてがこのためにあったのかもしれない。その時、地球側から警告が入る。棺の脈動が不安定です。このまま接続が進めば空間崩壊の危険が。だが、空間の中央に何かが立っていた。人間に似て非なる。だが、こちらを明確に見ている意識体の姿。先行者の使者が、ついに門の向こうから現れたのだった。向こうもこっちを開こうとしている。帰還とは、彼らにとってのことだったのか。あるいは、人類にとっての第二の出発なのか。月面ベース、エリセウス。棺が開いた虚空の中心に明確な形を持つ何かが立っていた。その姿は人のようで人ではない。金星の取れた獅子、滑らかな銀色の皮膚、目の代わりに光る楕円体。まるで進化が異なる軌道をたどった人類の未来像のような存在。全員が息を飲む中、その存在は一歩、虚空からペリセウスの重力空間へ踏み出した。だが床を踏まない。影も落とさない。ただ、認識されているというだけ。これは映像じゃない。生きている実体を持つ存在だ。ミラが呼吸を浅くしながらつぶやく。彼は私の中に語りかけてる。言葉じゃない。思念。選ばれた者たちに語るため、ここに来たと。ノアが前に出る。あなたは先行者なのか？返答はなかった。代わりに、棺の表面が波打ち、光が脈動する。そして、全員の頭に直接映像が送り込まれた。それは、遥か昔の宇宙の記憶。彼ら先行地生体は、銀河を旅する構造体生命だった。
知識の蓄積と分配を目的とし、自らを拡張する手段として、生命ある惑星に記録装置を残していった。地球と月もその一環だった。だが、地球に芽生えた生命は予測を超えたスピードで文明を発展させた。そしてある時期、彼らは判断を保留した。この種が記録を受け継ぐに足るかどうか。だから門は一度閉ざされた。でも、今我々が再び開けた。我々は試されていたんだな、何千年も。死者が静かに腕を上げる。その手のひらの上にピラミッドと棺、地球と月、そしてオリオンを結ぶ光の模型が浮かび上がる。そして明確な選択が示される。扉は今、開かれている。お前たちが望むならば、我らが築いた知識の網へと接続を許す。だが一度つながれば、過去が変わる。お前たちの文明は、別の進化をたどることになるだろう。沈黙の後、ユリシーズが口を開く。知識の代償として、我々の文明は上書きされる。そういうことか。進むべきか、止まるべきか、それは人類全体の選択だ。だが今は。その時、地球側の通信が復旧。ギザの棺でも同じ死者が現れたという報告が入る。月と地球、両方に立つ死者が共鳴を始める。彼らは我々に統合の意志を問うている。人類の分断ではなく、惑星単位の意志を求めている。棺が再び発光を強め、全空間が歪む。門はもう後戻りできない段階に達していた。死者が最後にもう一度全員の心に直接語りかける。進むか、とどまるか。答えは次の一歩に現れる。虚空の向こう側で異なる星の光が瞬いた。それはかつて地球が見上げた神話の空、オリオンの中央からの呼び声だった。月面ベース、ペリセウス、コマンドルーム。死者が現れてから棺の発光は収まり、空間の門も一時的に安定していた。だが、棺の中枢にはカウントダウンのようなインターフェースが現れ、残された時間がわずかであることを示していた。門が閉じるいや、選択の時間が終わるということか。私たちが進むなら、今この瞬間しかない。でも、とどまるなら、もう二度と彼らには会えない。地球側でも、同様の現象が進行していた。ピラミッドの地下棺も発光を止め、沈黙の中に選択を委ねていた。ペリセウス内では、議論が紛糾する。行くべきだというもの。未知を恐れるもの。だが最後にユリシーズ船長が全員を見渡し、こう言った。これは我々一人一人の決断じゃない。人類の意志だ。だが、まだその声は誰にも代弁できないならば、今は繋がるべきじゃない。ノアが静かに棺へと歩み寄り、インターフェースに指を触れる。選択肢は2つ。接続か封印。彼が選んだのは、封印。棺が重くなるような音を立て、光をゆっくりと吸い込み始めた。虚空に浮かんでいた門は収束し、やがて何もなかったかのように空間が元に戻る。だがその直前死者が再び姿を現す。その思念は静かに、しかし明確だった。理解した。まだ早い。それでも、あなた方は門の鍵に手をかけた。だから我々は、ここにいる。これより、観測を継続する。再びの時を信じて。死者の姿は音もなく無惨し、棺は完全に閉じられた。静寂が戻る。だが、それは以前のそれとは、どこか違っていた。ノアは、最後に棺に手を置き、一つだけ尋ねるようにつぶやいた。次は、どれくらい待たせる？棺は、何も答えなかった。だが、一瞬だけその表面に、地球の夜空を映したような光が浮かんだ。それは、オリオン座だった。数週間後、月面ベースペリセウスは計画通り解体され、帰還した隊員たちは沈黙を守った。だが NASA の最高機密指定下において、
月とピラミッドの棺は厳重に保管され続けている。そしてある夜、ギザのピラミッド地下で定期観測に当たっていたスタッフがこう報告した。棺が一人でに脈打ったと。音も電波もなしに、ただ、一度だけ、淡く光ったそうだ。遠く、静かに、まるで、またいつかと約束するように。ご視聴ありがとうございました。いいねとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。